パー廃墟さんのタンポポコーヒーいただきましょう。いただきます。いただきます。いや、いくね。早い早い。顔がじゃあ今日は廃墟の植物を食べてみようの第3弾。何を食うかというと、カレーですね。タンポポ。じゃあ食って違う、このままじゃ食わないよ。まあこれも分かった、天ぷらだな。そうね、それが有名じゃん。違うんですよ。まあ正しくは使うのはここら辺にいっぱい途中まで取れてこれで分かるんじゃない？どんなもの。ああ、まあそうだね。うん、そうだね。ここをもうここはいらないのよ。こっちこの根っこ食って食わんここで今まで食うもん食わせようとして違う、こっから洗って乾燥させて、それを吸って焙煎させるとコーヒーみたいになる。でそれをドリップしてタンポポコーヒーが作れる今回それをね作ってみる。この根っこをとりあえずは集めないとね。10本ぐらい。そうだね、10本ぐらい集めるか。まあこタンポポなんてね、廃墟にいっぱいもう生えてますから、もうなるべく深く掘りの、あ、これ結構いいんじゃない？いい感じ。おお。でけえな、ほんと。で、はい、ありがとう。に、いいよ。でかいよ。でかいよ。ああ。これなんかゴミが下に埋まってる。でもなんかの根っこがある。超昔のゴミ。木の根っこじゃん。どっからかの木の根っこがある。間違えて木の根っこも一緒に切って。みんなが洗ってくれてるから、俺はこれを磨いていくか。いらない歯ブラシとかこういうブラシで水で洗っていく。そんな丁寧に洗うの？そう、結構なんかしっかり落とすって、ブラシとかで洗う。ほんと廃墟の土はまとわりつくからね。だからしっかり根っこに。あ、結構きれい。はい、こんなもんでいいのかな。これがコーヒーなんだ。信じられんね。信じられないし、正直美味しそうとは思えない。思わない。美味しくはないみたいな。でも見た記事だとキャラメルみたいな甘みがあるみたいな。嘘なんか絶対嘘。なんかそういうの見た気がする。砂糖入れたから全部あれでしょ。キャラメルっぽくなるでしょ、砂糖入れる。あー、どうなんだろうね。焙煎しすぎると苦くなるとは書いてある。うまく焙煎すればもしかしたらでもコーヒーより美味しいかもしれない。ノンカフェインだし。取れるのが少ないね。あ、いい。おー、でかい。でかいよ、これは。でかい。いやー、ああ、いいね。
ああ、なんか横でかさ。うん、それもでかいよ、めちゃくちゃ。本当だ。もういいね。もう十分じゃん。こんだけあるやん。このまま十分な気がする。でかいわ。太いし。よし。剣くるわけない。タンポポは案件こ。おお、いいね、いいね。それで。どう？結構。そんなにあれじゃないの？土が取れりゃいいんじゃない？そうね、土さえ取れるよね。皮がめくれちゃうら、あんまりこうやっ土てやると臭さがなくなりゃ、ごぼうみたいな。ああ、じゃあこんなもんでいい。皮むくか。アルミホイルでこうやってやってやるとごぼうは綺麗に皮がそうなの？むけるよ。はい。これをどうする？廃墟の中のガラスがあるところの前とかに置いてくる。いいよ。でも多分一応日光でやった方が殺菌効果があるのかな。知らんけど。それなんか取っていいやつなの？これなんか出てきちゃったけど。なんか出しちゃってるよ。なんか出しちゃってるよ。これいいやつ出してよ。根っこの中から大事そうなもん出してるけど。出てきたな。何それ？おお、そういうこと。どうする？これが本当の根だったら。実はこれを全部こうやって出さないと。骨ってこと？何その出方。綺麗に。じゃあこれでとりあえずはうん。いいね。これでもうちょっと乾燥するまで置いて、乾燥したら完成だ。はい、じゃあタンポポを天日干ししてから2週間ぐらい経って、まあ、結構もうこんな感じでカラカラになったから、これを今日はコーヒーにしていきましょう。早速ついにね、まずはこれを手でちぎって細かく、でこの中に入れて。そうだね、この中入れてって潰す。手でちぎる。そうちぎってちょっとずつ吸ってってみようか。そうね。いやすげえぞこれ。とてもじゃないけど。かなり硬いよ。するっていう次元じゃないからね。それがこれ。ほら。するのは無理なんだよ。先に行ってやる風にする。絶対方がいい。その方がいい。すれないってことは欲しい。もっと乾燥。もしかしてこれが本当にあれだったりする。これならなんかほら。いやそんなことない。最初するような感じじゃないよ。全然土っぽい匂いする。どうする？土コーヒーになった。そういう覚悟で飲んだ方がいい。そうだね。それ覚悟で飲んだ方がいいな、本当に。じゃあちょっと行ってみるか。じゃあ火つけるよ。美味しいコーヒーになるといいけど。これどんぐらい？弱火？弱
ースミートあなんかね匂いはしてきたな。うん確かにちょっとコーヒーっぽい。目安はどのぐらいか。焦がさずカリカリ。うんなんかもう常に動かしてこうやって動かしたらいい。そうだね細かいのはちょっと色コーヒーっぽい間に細かいのは確かに。それで一回吸ってみる。そうだねそう。どうなるかいいよ匂いはあでもちょっと砕けておるね深いのだけどんどん焼いとる。さくらんぼとかそれ実だったらあれだけどさ。あ、そっか。ああ目だもんね。あ、でもかなり匂いが出てきた。割となんか色がついてきた。天ぷらとこれ飲んだんじゃないか。焦げちゃうんじゃないこれ以上。焦げると苦くなるって言ってた。これでこれをそのままあれかドリップか。次か。沸いたね、お湯が。一旦この中ですか。ここから入れた方が入れやすい。お皿なら。怖いな。うまく入れてよバーって壊したらもう。風がいきなりバーって吹いてきてさあいっぱいああいうよくコーヒー豆を入れた時ぐらいの量にはそうね。なったね。じゃあお湯を入れてはい。じゃあ最初はまたこれもあれちょっとにしてあれしたそう方がいい。だねそれでいくどうするこれで。でちょっとずつ入れて味をなるべく出しながらそうね。じゃあ行きます。はいどうなるか。あでもえ、色意外とコーヒお成功じゃん。ー薄い紅茶紅茶っぽい。少しずつ入れてね、味を出すために。ピーナッツみたいな匂いするな。それで麦茶麦茶ぐらいだったらいいけどね。よし、じゃあ
ちょうどコーヒーカップにいったとこでね、これ以上やって薄くなって味が分かんなくなっちゃってもちょっともったいないから、こんぐらいにしてこれを分けて味見してねしましょうか。どうかな。うわ、匂いすごっ。すごいピーナッツっぽいな。うん100% 廃墟さん。100% 廃墟さんのタンポポコーヒーいただきましょう。いただきます。いただきます。いや、いくね。早い早い。顔が完全に風邪薬っていうか風邪薬だな。漢方も苦っ。うもうねあれ何葛根湯のあー甘みがないような確かに。これはとてもじゃないけこどれさ、罰ゲームとかであるセンブリ茶のちょっと弱いバージョンみたいな苦さ。これ罰ゲームだね、これは。漢方砂糖を入れてみる。あ、砂糖入れたらいいよ。じゃあ半分半分入れる。固まってるね。入れよう。半分半分。ダメだ。そうね。固まってた。なんでシュガー。マジで俺風邪薬を思い出し見てくのがまだマシな気がしたけど。罰ゲームだな、これはもう。た。完全に葛根湯だ。あぶ砂糖入れたらクソ待つ。完全に風邪薬。入れちゃダメでしょ。入れちゃダメなやつだこれ。大失敗。でも健康には良さそうな味はしてるけど、漢方だね完好全きな人は好きなのかね、こういう感じの味が。ないでしょ。意外にもその土っぽさとかさ、そういうのはないじゃん。ああそうあ見た目めっちゃ土っぽい、うんそういう昔はのはないタンポポのボンドみたいなやつあるじゃん。あれ舐めた時こんなような。いやー、まあタンポポコーヒーとしては成功だけど決して美味しくはないよっていう。おすすめはできないけど気になった方はちょっとやってみてくださいって感じでこれでしかない味だね。例えようがない珍しい味ですね。はい久々に最悪な昼だ。最悪なお昼ですね、もう本当に。腹ペコの中にこれをもうファミチキだよ、ファミチキ、コンビニだ。はい、じゃあごちそうさまでした。お疲れ様でした。